こんにちは。4G 初めから攻略、パート2です。今回はアルセルタス討伐からだ。いよいよボスモンスターですね。とはいえ、たかが虫モンスターだ。初期武器のままだが余裕だろう。油断は禁物ですよ。よし、害虫駆除と行くぞ。害虫はさすがに言い過ぎでは。家だと苦労してそうですよ。まあ嫁があんなんじゃ苦労しない方がおかしいだろうな。リアル、代わりは得るもの状態です。それはいい。今私たちの相手は目の前のこいつだけだ。まずは地上に叩き落としたいです。支給用の先行をもらってるからうまく活かしたいとこだね。崖外に出てしまいました。ジャンプ攻撃狙ってもいいけど、入れ違いになると面倒だから様子を見よう。なんか旧火山のグラビみたいなことしてますけど。グラビはどの火山でもやってるよ。しかしそろそろやめてほしい。やめてくれました。よしよし。こいつはダメージを与えるだけで落とせるから、2位をためつつ攻撃じゃ。叩き落とせば落とし物ももらえますしね。角と足の肉質が案外硬いから、ちゃんと柔らかいケツを狙いたいな。初期作品の中型モンスターって全身同じ肉質とかありがちでしたけど、モンハントライからは明確な弱点とそれ以外が存在するようになりましたね。まあ虫の中型ってクイーンランゴくらいだけどね。もう二度とクイーンランゴは見れないと言われてましたが、ワイルズで雲恐怖症モードが実装されたんでワンチャンあるかもしれませんね。でかいスライムが浮いてるのもそれはそれで怖いけどな。虫のボスモンスター自体は割とコンスタントに追加されてますよね。楽しければ何でもいいさ。お、チャンス。気持ちよすぎ。初の兆候いただきました。序盤は体力が少ないから、スタンから一気に削れるチャークは攻略用としておすすめだね。強さを生かすには操作がちょっと複雑ですがね。それ以外にも、榴弾瓶が肉質無視だから、武器の使い分けが不要という利点もある。もちろん、ダメージ重視なら強属性に劣るけど。このシリーズでは1本で全部やるとかなく、できるだけ色々な武器を使う予定です。毎回同じエフェクトなのも飽きるしな。上位後半以降、特に周回所は体力が多いので、スタンの有用性も下がりますしね。MH4 から 4G で武器もいろんなものが追加されたから、持ち替えの楽しさも上がってるはずだよ。MH4 の総中根とチャークは、武器の数めちゃくちゃ少なかったんですよね。おまけに、発掘武器もなかったからな。終わった。さすがに余裕でしたね。報酬でモンスターの体液出るかな。メインとサブそれぞれ 15% ですが、確率自体は悪くないです。出るときは一気に出て、出ないときは全く出ない確率だな。ちなみに剥ぎ取りでは出ず、捕獲で 20% らしいです。捕獲道具も早めに揃えたいところだ。出ませんでしたか。改めて昆虫を買って揃えとこう。筆頭ルーキーが来てました。ワールドにいたのと同一人物だね。奇遇とか印象的なセリフも同じです。あっちでは陽気な推薦組だったか。この時点では何が筆頭なのかよくわかりませんね。物語はちょっと進行してギルドから探索に行く許可が出たよ。未知の樹海という専用マップで地形やモンスターが毎回変わります。ドスランポスが出ているのでこれに行こう。アルセルタスより歯ごたえがありそうです。よし、初の樹海だぜ。初めて来た感じが全くしません。今回ドスランが出てはいるけど、
一応ゴールするのが目的っぽいな。ただ、ドスランを倒すことが非常に重要なので、狩猟していきます。モンスターを狩猟したり、落とし物を拾うと、ギルドクエストが発生することがあって、探索かギルクエでしか戦えないモンスターも多いよ。回では、ドスランもその一体ですね。あと支給品はないから、スタート地点で取っていくのを忘れずに。携帯砥石が固定でないので、砥石を忘れずに持ち込みましょう。さあドスラン戦だ。レザー一式なので防御力が低く、ダメージがかなり大きいので注意しましょう。取り巻きのランポスの数も多いから、油断してるとあっさりキャンプ送りだ。周りを軽く掃除しつつ戦っていきたいですね。今更だけど、武器だけは強化した方が良かったかな。まあ、まだ相手のステータスも低いし、なんとかなりそうですけど。ザコランポスのダメージを見るに、意外になんとかなりそうだ。本当はランポスから剥ぎ取りたいんですけど、さすがにまだ無茶ですね。素材集めはギルクエが派生してから本格的にやっていこう。だいたい取り巻きは片付いたかな。ようやく1対1ですかね。それにしても、やっぱ動きがちょこまかしてて、なかなか攻撃当てるの難しいな。GP 空室ができる隙もほとんど潰されちゃいますね。こういうサイドステップ決められるとどうしようもないな。あとお供にタゲ吸われてスカったりしてます。お供の動向、村終わるまで持つかな。お、ようやくスタンしたぞ。盾付きで地道に稼いでました。この隙に削りたい。ちょっとフラフラしてて当てづらいですね。ああ、空室使った。もったいない。ループの位置、もうちょい近くないとダメだな。おお、なんか体力減ってるチュートリアル出た。モンハンの大原則、ケチらず回復を教えてくれる紙テキスト。横着しないのは重要だからね。あと一発だけは事故のもとですね。あれ、もう2回目のスタンだ。やっぱ根質のスタンツすごいな。ハンマーくんが泣いてます。盾付きよりはハンマーの方が強いから。それはフォローになるのか？お、弱ってることいちいち教えてくれたぞ。チュートリアルメッセージの暴力。適当に殴ってたらこのまま終わらないかな。残念、逃げられちゃいました。仕方ない。落とし物確保して追うぞ。のんきに寝てやがるぜ。その辺のガーガーから瓶を回収したので、上皇で叩き起こします。あれ、終わらないんだ。初期武器ってのもありますけど、案外しぶといですね。次の大型までには強化しておこう。前も言いましたが、序盤の攻撃力の差は特に大きいです。強化するだけで 10% 前後の火力上昇だからね。お、ようやく終わりました。オーケー。じゃあ剥ぎ取ってゴールへ向かおう。MH4 からドスランは3回剥ぎ取れるようになりました。昔は2回だったもんな。単純計算で 1.5 倍装備が作りやすくなってます。ランポス装備は序中盤でかなり優秀だから今回頼っていくことになるよ。いいゴールだぜ。このゴールの演出も久々に見ました。探索全然やってこなかったしな。このシリーズはギルクエの派生が必須だから慣れとかないといけませんね。探索からのギルクエ厳選もまた凄まじいエンドコンテンツだしな。ちなみに探索はクエストではないので V 破壊報酬しかもらえません。報酬はギルクエ派生させろってこったな。これは意気投合したってことでいいのか？団長が何に笑ってたのかいまいちわかりません。ともかく料理長が正式に団に加わったな。あとギルドクエストの受注許可が下りました。
物語が動き始めるぞ。団長の話を聞こう。バルバレを出て、船を作りに行くそうだ。キャラバンってなんか言葉だけでワクワクします。バルバレにいるうちに、装備固めをしていこう。ちょっとここで集会所でも覗いてみましょうかね。ハンター登録したいしな。やっぱこっちの集会所もいいな。ギルクエ勢は大老殿にいがちですが、ギルクエは G 級のものでもこちらで受けられます。ちなみに、中央にいたフラットハンターは全て我々のデータだよ。全部似たような名前でしたしね。今回、集会所クエをどう扱うかは決めかねてるんだけど、さすがに回は飛ばして、上位は難しいクエだけピックアップしようかなと。素材自体は村と一緒ですからね。説明がようやく終わったので、さっきもらったギルクエを登録しよう。ギルクエは登録をしないと受注ができません。結構初心者のつまずきポイントだと思う。しかし、ギルクエになると探索より強くなりますよ。大丈夫ですか？あ、やべ、勢いで受注しちゃったけど、やることがあるんだった。やること？加工屋に戻ろう。お、素材が揃ってる。撮影外で軍中クエを回しておいたのさ。倍率20アップに緑ゲージ。だいぶ強くなりますね。あれ、この次もすぐ強化できんじゃん。マカライト5個ですか？どうします？いいや、とりあえず一回これでノスランやってこよう。よーし、武器強化の回ありました？武器は問題ないけど、火ダメがやばい。そろそろ防御6じゃ限界だな。作る防具の目星はついてるんですか？ランポス防具と、もう一つモンスターの防具を組み合わせる予定。とりあえずそれを目指していくよ。ランポス素材の進捗は？ギリ足りてないな。あと1回ギルクへ行く必要あるな。ふむ、まあ、ランポスなら問題ないでしょうね。で、もう一つの防具の方のモンスターは？もういけるんだけど、とりあえず村人の依頼があったから、これやるわ。ドスジャギーですか？こいつの素材も、後々重要だからね。お、ノリのチュートリアルですね。これ、村の依頼無視してるとスルーしそうだな。ノリは一応攻撃チャンスを作り出せたり、メリットはいろいろありますが、チャークの強化時間のロスになるので、相性は可もなく不可もなくというところです。段差があれば狙うかくらいだね。で、ドスジャギーはどんなもんです？ドスランより数段弱い印象だな。タイプは似てますけどね。なんか、素早さがドスランの半分くらいしかないんだよな。あと重心が低くてどっしりしてるから、頭に攻撃を当てやすいね。ドスランは頭の位置がちょこちょこ変わりますもんね。ドスランは MH4 用に調整されたけど、ジャギーはトライ系列のままって感じ。
団中も明らかにおとなしいですね。見ろよこれ。小腕を垂れて、まるで許しを請うようじゃないか。ドスラン系はシュランのようにジタバタしますしね。弱点部位が動かないモンスターはいいですよ。ノリダメージと合わせてかなり削れてそうですが、どうでしょうね。確かに、そろそろ足を引きずってもいい頃だ。武器強化して、榴弾瓶の火力も上がってます。榴弾瓶の火力は攻撃力依存で。お、引きずりました。いいね。早い。オッケー。順調ですね。で、この後どうします？パート2の締めくくりとして、あいつに挑戦だ。防具の素材のやつですね。さ、次行く前にと。お、マカライト揃ったんですね。さっきジャギーに会う前にほっといたのさ。精鋭からこの得体に名前も変わり強くなってます。こんだけ緑ゲージがあれば、しばらく大丈夫だろう。素材的に、次の強化はまだまだ先ですね。で、いい加減の6へ行くか言いましょうよ。そうだね。あんまもったいぶるのもあれだし。はい、というわけで、次の獲物はクック先生だよ。アルセルタス、ドスランときてもクックです。結構ハイペースに展開しますよね。うん、この時点のクックってだいぶ大きな壁なんじゃないか。ともかくクック防具が必要だから頑張って買っていくよ。ほのぼのムービーですね。このコミカルさも人気の秘訣だと思うね。先ほどのドスランでは狩猟はマストでなかったですが、ここはしっかり倒さないと進まないみたいです。肉質は柔らかめだけど弱点が高い位置にあるから部位をちゃんと狙う必要が出てくるね。一撃の重さもだいぶ上がってくるので、ゴリ押しが効かなくなってきます。そもそもチャークはゴリ押せる武器ではないけどね。目の前にいる危険性はかなり高いので慎重に頭か翼を狙っていきたいよ。あ、怒った。こうなるとパワーとスピードがかなり上がります。探索段階だとダメージはまだ大丈夫なんだけど、行動が早すぎて普通に強いと感じるよ。大技に後隙ができるタイプではないですしね。地道にヒットアンドアウェイしていきます。武器強化はちゃんとしているし、少ない手数でも十分効くはずだからね。ただ、この突進を繰り返されると追いかけるのに精一杯です。先生疲労してお食事中。落とし物で涙ゲットです。泣くほど美味しかったのでしょうか。空腹は最高のスパイスって言うしな。さっき昆虫食べまくってましたけど。クックってどんくらい食べるんだろうね。どうですかね。小柄で細いから食も細そうですけど。でも大食いの人って意外に痩せてるイメージない？ああ、あれって痩せやすい腸内細菌を多く持ってるからなんですって。へえ、大食いも添付の際なとこあるんだ。まあ、クックにその細菌があるかは知りませんけど。にしても、食後に怒ってスタンしていろいろ出てきそうだが大丈夫か？やめてください。お食事中の方見てたらどうすんですか？あ、終わっちゃった。このエリア雑談しかしてませんね。ええわ。さっさと剥ぎ取ってゴールしよう。戻りました。クックのギルクエが派生したのと、団長からは、
ケチャワチャの狩猟依頼が来たね。ケチャワチャは初の緊急クエストでクリアすれば星3昇格です。ケチャワチャには新しい防具を持っていきたいな。次の目的地にも行けるようですね。殴り村に行けばまたできることが増える。楽しみだぜ。クック素材が足りないな。そろそろ時間なので、残念ながらパート2中には作れませんね。しゃあない。これは次回までに作っておくよ。次回は装備お披露目からですね。じゃ、パートに締めます。いよいよ物語も動いていくから、次回の展開もお楽しみに。今回もご視聴ありがとうございました。ほいじゃ、次の動画で。またね。